6AWG ケーブルつなぐようかな。めっちゃ簡単。バッテリーつなぐだけ。穴、軽トラはね、穴がね4箇所あるんです。雨水の排水用の。この穴を使ったら余裕で配線できる。5メートルもちょっと長すぎるんだけど、一旦このまま切らないで使います。ちょうどいい。鉄板が折りたたんである上にライン X の塗料塗ってあるから、ケーブルが擦れて切れる心配もそこまでない。内側じゃないとうまくはまらん。来た。イエス。対向性のロックタイル止めていきます。4箇所固定しました。1、2、3。入り口の直前にギリギリ届くところがあったから、ここで4。走っても大丈夫だし、この繊維のチューブで守られてるから一応安心だと思う。インプットの方にバッテリーから来てるケーブルをつなぎます。六角ボルト突っ込んでネジを開けて、はいはいはい、多分オフになってるはず。出力側は MC4 端子、よくソーラーパネルのケーブルに使われる端子です。ここ経由でいろんなポタ電につなげると。ブルーティーさんだけじゃなくて他のメーカーのポタ電でも使えるらしい。アプリで調整できるらしいんだよね。充電電圧とか使うポタ電に合わせて充電電圧を調整すればこれで完了かな。これブルーティーの新しいポータブル電源 1000W クラス。軽い。取っ手が1個で片手で持てるぐらいある。めっちゃ可愛いじゃんこのポタで。1024Wh、出力が最大 1800W、 DC 出力は USB Type-A が2個と両脇に Type-C が1個ずつ、 AC 出力はコンセント4個、合計で 1800W までで、ここはシガーソケット 12V 電源と、ここも 12V で 8A の端子がついてます。でここが充電ポート、 DC とPV 入力。こっちサイドに AC の入力ポートがあると。こっち側は換気口だけ、後ろはこの持ち手があるだけ。ブルーティーさんにしては斬新なデザインだね。やっぱ前面に出力ポート全て揃ってるっていうのは相変わらずで、上もフラットで全体的に四角。最近のブルーティーさん角は丸みを帯びてるけど、全体的に直線的なデザイン。上から見ても四角。これが好きなんですよ。何度も言いますけど。で今回これは両側に持ち手があるんじゃなくて、多分もう片手でも持てちゃうよっていうことで1個だけなんだろうね。両手でも十分持てるね。ポータブル電源の中では結構ポータブルな方。電力リフトモードってのがあって、最大 2700W の準低降負荷に電力を供給することができる。ドライヤーケトル使えるらしいです。で面白いのが設定がいろいろできるらしくて、周波数を設定したりとか、充電モード、標準、高速、静音3パターン設定できる。 UPS 機能っていうのもあって、このポタ電を家のコンセントにつないで、家電をここにつないで UPS 機能にすると、普段はコンセントから直で家電に電気を供給するけど、もし家が停電になった時とかは瞬時にバッテリー駆動で家電を使うことができます。ペットの自動給餌器とかに使うといいかもしれない。アオラ100から冷蔵庫を動かしてるところなんですけど、開封した時点で 30% ぐらいだったので、今 28% まで落ちちゃってるんで、これからちょうど釣りに行くんで、チャージャー1で充電してみます。このケーブルを使うんですね。 MC4 をこうやってこうやったら外れます。ちょっとやりづらいんだけど、これを入力端子にグボッと
軽トラの中を収納できるようにいろいろ DIY しないといけないんだけど、何にもやってない。繋いだだけだと何も起こらない。ブレーカーがあって、これをオンにしないとダメ。お、長者番号今光ったぞ。お、光った。入力はまだゼロ。ちょっとこれでエンジンかけてみよう。あ、入力が上がってきた。アプリでいろいろ電圧とか設定できそうだけど、一旦釣り場に行きたいんで、このまま移動してみます。今の状態だとアイドリングで 221W 出てますね。 27V で今充電中です。大黒やばい。まさかの茅ヶ崎湘南道ってこう相模湾沿いに行くルートに、あそこの道の駅ちょっと行ってみたかったな。今西伊豆に到着したんですけど、軽トラの荷台は結構カオス。釣り道具、車中泊道具、釣り道具、冷蔵庫とサブバッテリー。ブルーティーのチャージャー1でずっと走行充電してきたオーラさんは 99% までなってます。残りの 1% はちょっと難しいのかな。電圧を高く設定したらいけるかもしれない。今とりあえず何も設定しないデフォルトの設定のままやってたんで、ブレーカー落とします。ほんのりあったかい感じ、熱くはなってない。ケーブルも全然熱くはなってないです。1000Whのポタ電が満タンになってるんで、冷蔵庫は余裕で使えそう。ついたり消えたりを繰り返すやつなんで、ずっと電気食ってるわけではないです。乾杯。今回はちゃんとライジャケ持ってきたんで、明日は確実に釣りができる。寝るんだけど、寝床を確保するために、ここの荷物をどけないといけない場所を作りました。ここを開けて。こっちの方が頭になるのかな。止まった直後だとこの辺がすげえ熱いな。熱を帯びてる。5時か。86%になる。すでに暑くなってきたな。
あ、はい、おはようございます。なんかソーダカツオが回ってるらしいんですけど、ありがとうございます。よいしょ。かな。強い。あ、止まった。しゃ。今堤防でソーダ釣れてんの見えたから、堤防の割と近くで、うわ、またエアノットできてる。ソーダカツオぐらいなら別に。ダイソージグ 28g。 お魚いません。ソーダいたら絶対釣れそうなルアーだけどね。ベイトっ気ゼロだな。大丈夫かこれ。お、来た。よっしゃ。慎重に。そうだろうこれ。この引きは動き回る。しゃ、取るぞこれ。来い。取った。祝いでバラしまくりのリベンジ果たしたぞ。ソーダガツオゲット。じゃあ本命狙ってた。あ、がっつりかかってる。ヒラかマルかって鱗の形でわかんないけど、あ、余裕で丸ソーダでした。サバみたいにこう頭折って血抜いて、一応湾内だからサメは見たことないんだけど大丈夫でしょう。クーラー海水と氷をぶち込んでうまい魚釣れちゃった。じゃあそうだゲット。年に1回はね食べとかないと。サイズもまあまあね、30センチぐらいはいってんじゃん。釣れすぎたらどうしようかな釣れすぎた時のこと考えちゃうね。一匹釣れただけ。起きた。よっしゃ。こういうのってなんか一瞬なくなった。これすげえ小さそうだな。あ、バレた。お、めっちゃ岸際でボイルはやってんな。もうちょい岸寄り行きたいな。だんだん深くなってきた。なんでこんなここだけエアノットなる。サップだと飛びでも結構速い。よし、ここでやろう。トローリングしてるね。青物だろうな、トローリング。お、当たった。来た。よしよっしゃ。頼む、バレないでくれ。よっしゃ。2匹目。ほら、これ叩きとかにしたら最高にうまいんだよな。刺身でもうまいし。お、来た。お、強い。こいついいんじゃない。結構そこの方で食ってたの。これハタじゃない、もしかして。根魚な気がする。走らないし、こいつ根魚っぽいな。バレた。くそ。多分結構いいサイズの大物ハタっぽかったな。チラッとしか見えなかったけどね。着底の後にコンってなって巻いてたら追ってきて食ったな。前当たりみたいな感触があった。根魚ポイントいってみよう。浅いね。そこ見える。お、来た。おっしゃ。なんかエソっぽいなこの引き。根魚だったら嬉しいけど、根魚希望で。
お、赤旗だ。よっしゃ。25センチぐらいキープさせていただきます。さあ、赤旗ゲット。30センチって言ってるけど25センチぐらいがキープサイズ。妥協しがち。そこにちょいちょい岩があるね。この浅さならワームでもいいな。なんかワームの方が釣れる気がすんだよな、根魚を。何でも釣れるんですよワームって。ヒラマサも釣れるし。結構岩礁帯だね。ごつくない感じの岩礁帯。きたー。あ、根がかりだった。ごつくないって言った直後にこれ反対側行って貴重なダイソーワームを失ってしまったけど、リーダーを巻き直してエアノットが解消したんで、流れも全然ないな。さっきと居場所ほとんど変わってない。逆に陸側に戻された気が。ここはそこ見えない。あ、見えるわ。岩ちょっとあるわ。根がかりはしたくないけど根魚狙いだからな。根があるところに投げないとね。よっしゃ。こんなにでかくないんだな。あ、ギリキープサイズ。赤旗。あ、でも30センチぐらいあるんじゃない？ 25 ぐらいかな。よっしゃ。うまい魚釣りまくるぞ。根ありそう、あの辺。もわもわしてる。根がかりもしそう。危ねえ。根がかりしてたね今。顔ぶち曲がってるあの人。あー、結構でかい岩あるね。怖いね。こんなとこ何も知らずに授業落としてんの恐ろしいけどな。あ、今当たった。ちょっと沖に出てきて、こっから風に流されながら多分またさっきいたら辺まで戻ると思うんで、面白い魚釣れねえかな。潮が完全に止まってるもんな。これはソーダかな。ソーダっぽいね。うわ、早っ。ちょっと待って、早すぎじゃね？よっしゃ。お、いいサイズじゃんこのソーダ。一瞬青物かと思ったけどね、めっちゃ小刻みだったからソーダだった。よっしゃ、いいサイズソーダゲット。針もねルアーに対して気持ち大きめになってて、ソーダ3の赤旗にか、そこそこ釣れたな。今日どうしよっかな。あと200ぐらいしてもいい3段で来てるんだけど悩ましいな。日本海にサゴシ釣りに行くっていう案もあるんだけど遠いんだよな。千葉でやりたいんだけどね、風が強くて全然できる日がないんだよ。ちょっと岸寄りに移動しよっかな。やっぱあー、でもそこいい感じの潮目になってんだな。お、食った。これ根魚っぽいな。しゃ、なんだ、多分いいサイズの根魚だこれ。しゃ、上げてみたら小さかったりして。来い来い。しゃ、え、うわ、なんか2匹ついてる。やば。あ、でかい赤旗とちっちゃい赤旗ダブルや。これはレアいぞ。ジグに赤旗ダブルヒット、これは初めて。やっぱちっちゃい方リリースででかい方キープだな。うわ、いやー、こいつはね将来のデカ旗ですね。かわゆ。よいしょ。センキュー。あれあれ、大丈夫だよねあんた。あ、泳いでた。ああ、よかった。こいつはいいサイズだね。いてて、やったー、大量だ。うわ、今の赤旗が吐いたのエビだね。エビ食ってんの。この前新潟で釣ったキジハタもエビ食ってたな。
あー最高じゃんこの日陰。この浜前も来たことあるかな。これ陸路じゃ来れない浜だな。海からしかアクセスできない。いやー綺麗だな。今度ここ来て泳ぎたいな。で去年も行って去年結局来なかったんだよな。うえよいしょ。よいしょ。すごいこれちゃんと動いてる。お、動いてる。そして氷があるので一旦氷をぶち込んでおこう。ちょうどいい高さのテーブルになるな、煽りが。冷蔵庫の運転に大丈夫でしょう。0度とかでいいや。もう穴開いた。74% までチャージャー1をつないでスイッチをオン。
あーどうしよう、あれ電圧でも別にいっか、そのままで。このアサイミートさんずっと気になってた。川のりコロッケ。川のりコロッケってありますか？あ、じゃあそれを1個ください。はい。あ、やっぱり2個お願いします。はい。川のりコロッケ。いただきます。あ、めっちゃうめえ。その場で揚げてくれる感じで、待った甲斐があったねこれ。皮に海苔が入ってるらしいんで、その海苔を使ったコロッケめっちゃうめえ。海苔の味するわ。今帰り道の途中で、まだ全然伊豆半島なんだけど、30分ぐらい走ってきて 84% まで増えてますね。エアコンつけてアイドリングしてるんだけど、入力が0だね、アイドリングで。これ結構暑くなってるね。気になるのが、夏の炎天下の時ってホロの中めっちゃ暑くなるから、ちょっと心配なのでこれ切っちゃいます。多分ね、なんかこれ涼しく換気できるところに置かないといけないと思う。走行充電を切ってタ電で冷蔵庫を0度設定で動かしたまま帰ります。見て、グルちゃん、グルちゃん、お魚だよ。グルちゃん、興味ないの。グルちゃんめっちゃ興味ないね。ありがとう。胃袋か、あ、これカニだ。カニ。カニとかエビ食ってんな。祝いでばらしまくってさ、結局釣れなかった。リベンジできた。できた。そうだ、こんなんだったっけ。ニンニクってあったっけ。いや、大丈夫。それで腹下したら血合いのせい。残り初ソーダ、年に1回は食べないと。釣り人の特権で。これ炙り。私生からいってみようう。あ、美味しい。今回は結構しっかり鮮度保ってきたから。美味しい。血合いもね、これちょっとでもね鮮度をミスると茶色になるんだよ、この血合い。うん。今まだ赤じゃん。鮮度の証ってわけだ。そうなんです。いただきます。玉ねぎが甘い。実家のです。むしろ玉ねぎがメインなんじゃないかって感じ。胃袋丸ごと入れた酒のつまみですね。じゃーん。これは竜田揚げってやつ。とんでもないの。極上だわ。これ2日目だけどさ、血合いがまださ綺麗なんよ。うん。怖いけど。全然うまいわ。これ2回お湯に入れた。1回目捨てた。臭かったから。生臭かった。